にビューラーでまつげを上げていたんですが、こちらのビューラーアイプチフットカーラー、実は一重奥二重用のビューラーになっていて、一重の人でも奥二重の人でも、このたるんだまぶたの人とかがまぶたがたるんでしまっていて、まつげを上げるとき普通のビューラーだとやりにくいなっていう人でも、このビューラーを使うとですね、たるんだまぶたをグッとここの金属部分が持ち上げてくれて、まつげの根元が出てきてくれて、挟むと綺麗にカールができるという商品になっていて、私これ友達に教えてもらって知ったんですけど、これを買ってからはちょっとこのビューラー以外使えないなと思うぐらい、カール力のある、私にとってはもう手放せないビューラーです。次に上まつげにマスカラを塗っていきました。使用したのがメイベリンのボリュームエクスプレスハイパーカールスパイキーコームウォータープルーフ01番ブラックです。こちらコームタイプのマスカラになっておりまして、私は女の子メイクをするときは必ずこちらのマスカラを上まつげに塗っています。私が二重を作るのに重要なプロセスでして、ビューラーで上げたまつげをマスカラじゃないとダメなんですね。こちらのマスカラはもう本当に長時間カールをキープしてくれるので、ウォータープルーフだし、落とす時はポイントリムーバーとかお湯でさらっと落ちてくれるタイプなので、すごくそこもありがたいのと、あとこの後つけまつげをつけるので、あまりボリュームが出てしまうと地まつげの主張が激しくなってしまうのですが、つけまつげにボリュームを任せたいと思ってるので、繊維を伸ばさないように慎重に塗っています。次につけまつげをつけていきました。こちら D アップのアイラッシュナンバー807番です。すごくナチュラルなストレートタイプのつけまつげなのですが、何が重要かと申しますと、軸が黒くてしっかりしているところです。これ巷では二重になるつけまつげとも言われていて、私は自分のまつげを上げてつけまつげをつけることで二重にしているので、もう私にぴったりのつけまつげになっています。つけ方なんですけれども、普通つけまつげって地まつげのところギリギリにつけるものだと思うんですが、私は地まつげから2ミリぐらい離してつけています。すっぴんの時の私のようにまぶたがちょっとたるんでしまって、このやり方を一度やってみていただきたいんですね。もしかしたらそういう方は私のようにまつげを上げてマスカラで固定して、こういった軸の黒いしっかりしたつけまつげをつけると二重になるかもしれないので、ちょっとチャレンジしてみてください。で、のりも D アップののりを使っています。こちらが一番取りにくいし、やっぱり付属のものよりは別で買っているものの方が品質もいいのかなと思ってこちらを使用しています。次に下まつげにマスカラを塗っていきました。先ほどと同じマスカラなんですけれども、今度は下まつげは繊維を伸ばすようにしっかりと全体的に塗っていきました。で、繊維を伸ばしつつセパレートになるのを意識して丁寧に塗っています。次に使用したのがリキッドアイライナーなんですが、ヒロインメイクのスムースリキッドアイライナースーパーキープの01番、こちら漆黒ブラックという色のものになります。真っ黒なアイライナーを使ったんですけれども、まずつけまつげと自分のまつげの間が私は2ミリぐらい開けてつけてるので、そこを埋めていきました。ここを本当にしっかり、黒のライナーを使っている時はなおさらしっかり埋めていかないと、ちょっと化粧が雑な感じに見えてしまうので、細かいところまで筆をうまく使ってしっかり塗っていきます。で、自分のまつげとつけまつげの間をしっかり埋められましたら、目頭にはつけまつげをなじませる程度にラインを引いていきます。で、最後に目尻にラインを引いたんですが、今回キャットラインに近いぐらいの跳ね上げラインを引いています。やっぱ小悪魔メイクというとキャットラインみたいな跳ね上げラインが一番イメージに合うなと思って、しっかりとした跳ね上げラインを変えていきました。次に目尻の下に黒いアイラインを引いていきました。使用したのがこちらのビボアイフルアイライナー A ブラックです。たくさんの方がドラッグストアとかで見かけたことがあるパッケージだと思うんですけれども、何よりぼかしが効くんですよね、このアイライナー。なんかいろいろ他のアイラインも試してみたんですけど、こんぐらいちょうどいいぼかしが効くアイライナーにまだ出会えていなくて、目尻とかに引くアイラインはこのビボのアイ
アイフルアイライナーをよく使っています。でこちらはせっかくキャットラインを引いたのに垂れ目になるようなラインを引いてしまうとちょっと目尻が意味わかんないことになっちゃうので、垂れ目にならないように上のアイラインとつなげてまつげの間もしっかり埋めるように目尻3分の1ぐらいですかね、そこに塗っていきました。太さはさっきシャドウで紫のシャドウを目尻に入れていたと思うんですけど、それが消えない程度のだいたい 2,3 ミリの幅で塗っております。次にチークを塗っていきます。まず使用したのがキャンメイククリームチーククリアの CL07 番です。こちらは真っ赤なチークなんですけれども、クリームタイプのチークになっておりまして、強気な女の子をイメージしたんですが、少し幼さも欲しいなと思いまして、この真っ赤なチークをかなり目に近いところに塗っています。楕円にぼかしていって鼻の頭にもこちら塗っています。日焼けチークみたいな感じで、こちらをぼかしながらあまり濃くなりすぎはしないように塗っていきました。次にお粉のチークを重ねていきました。使用したのがセザンヌナチュラルチーク N の14番です。こちら人気色になっているんですけれども、赤いチークをぼかすのにすごくこちらの色がちょうどよくて、少し紫がかったピンクでして、色白の方特有の頬の赤みみたいなのが出せる素敵なチークなんですね。でこちらを先ほどクリームチークを塗った上からちょっと周りをぼかすように塗っていきました。鼻の頭のところにも重ねて塗っています。でこれを塗ると結構顔がパッと明るく見える効果があるので、私は目の下ギリギリにチークを入れたんですけど、茶グマがコンシーラーでもまだ消えてないような茶グマが残っているんですが、そこにも重ねるぐらいの勢いで塗るとクマもぼやかしてくれるので、広範囲にこちらを塗っております。次にリップメイクをしていきます。使用したのがこちらのエチュードハウスプレイ101ペンシルの22番です。真っ赤なリップライナーなんですけれども、こちらで唇の輪郭を縁取っていきました。次に縁取った中をルージュで埋めていきました。使用したのがケイトカラーハイビジョンルージュの RD3 番です。かなり深みのあるレッドのルージュなんですけれども、こちらを紅筆に取りまして丁寧に縁取った中に塗っていきました。先ほど輪郭を描いたエチュードハウスのペンシルの色より深いものになるんです。先ほど唇の輪郭を縁取ったエチュードハウスのペンシルの赤色よりは深みのある赤色になるんですが、これで唇に陰影をつけております。これもリップブラシでムラなく塗っていくのがポイントです。最後に使用したのがこちらの MAC ミネラルズスキンフィニッシュパウダーのライトスカペードというハイライトになります。こちらのハイライトはとても発色が良いもので、さっと一塗りするだけで綺麗に光を反射してくれて顔に光を与えてくれるハイライトなんですが、こちらを眉骨のところですね、 T ゾーンの上の部分、私は鼻全部には塗らないので眉骨の上のところと鼻の付け根、そして鼻先にちょこっと、それと唇の山のところに塗っています。そうすると唇の山が綺麗に見えると言われております。であとは顎に縦に塗っています。顎に縦にハイライトを入れると顎がシュッとして見える効果があります。最後にこちらのウィッグをかぶりました。幼さと小悪魔感のあるウィッグを使用してみました。ポイントはパッツン気味にしているところですね。やっぱりちょっと幼く見せたいという気持ちがあるので、パッツンが一番幼く見えるかなと思ってパッツンにしております。小悪魔系メイク完成いたしました。このメイクはどなたがやられても実年齢より若く見えるメイクなんじゃないかと思っております。その若く見えるポイント、幼く見えるポイントとして重要なのはチークの位置と濃さだと思っています。チークをあえてがっつりと真っ赤を最初使うこと、そこからぼかしていってふんわりと見せていくこと、鼻にも塗っているので必然的に幼く見えるメイクになっているかと思います。ただ幼さの中にも甘いだけじゃなくてつり目ラインだとかで少し強い印象も出してリアルに本当に
20代前半とかの子が、やるようなメイクを目指してやってみました。もうすぐ30になる私がこのメイクをしているので、ぜひ同じような世代の方でもこういうメイクたまにはしてみたいなと思われる方がいらっしゃいましたら、少し挑戦してみてほしいメイクです。そして皆さんにお知らせがあります。下の概要欄をチェックしていただきますと、私の SNS の情報などが載っております。YouTube チャンネル、ライナーボーイズの YouTube チャンネルもございますので、ぜひぜひそちらからチェックしていただけると光栄です。 Twitter とか Instagram もやっておりますので、ぜひお気軽にフォローしてください。フォローお待ちしております。それからかわいいパティーンでは様々なメイクの動画などがアップされていますので、ぜひそちらもご覧ください。それではなるゆみこでした。バイバイ。